皆さんこんにちは。イラストレーターのミミです。今回はこれさえわかれば意外と簡単ミミ流厚塗りイラスト入門講座ということで、厚塗りをやってみたいけど難しそう、まずどう書き進めたらいいのかわからないという方向けに、できるだけシンプルにわかりやすくまとめた解説動画を作ってみました。今から挑戦する皆さんはもちろん、だんだん色が濁ってしまう、書き込んでいくうちに絵がぼやけてしまうなど、厚塗りに関するお悩みをお持ちの方もぜひ最後までご覧ください。まずは基本的な厚塗りの流れをご説明します。ステップ1、ラフ兼線画で大まかな形を取る。ステップ2、ベタ塗りでベースを作る。ステップ3、ベースにクリッピングしながら書き込みを重ねる。ステップ4、書き込みを活かしてなじませる。ステップ5、全体のバランスを調整して仕上げる。それぞれのステップに気をつけるべきポイントがあるので、実際にイラストを描きながら詳しく解説していきます。まずは線画について。この工程で気をつけるべきポイントは、線を描きすぎないこと、線で決めすぎないことです。最初から情報量が多い方が描きやすいんじゃないのと思うかもしれませんが、厚塗りは後々立体の印象になっていくので、平面の印象が強い線の状態で形を決めすぎると、書き込みが進むにつれて辻褄が合わなくなることがあります。線画は迷わないための目印くらいで大丈夫です。厚塗りはどんどん塗り重ねて解像度を上げていく手法なので、境界が曖昧で通常でいうラフが線画の役割も兼ねているようなイメージです。私の場合は初めになんとなく構図やポーズを探るラフな線を描いて、そのレイヤーを薄くして上からもう少しシャープに描くという工程を踏んでいます。探るためのラフな線では塊やシルエットを重視して、シャープな線ではそこからさらに骨格や肉感の意識を入れるようにしています。厚塗りの線画では書き込みへの余白を残すのがおすすめです。冒頭で少し説明した通り、ベースはベタ塗りで作っていきます。まず左上のタブから波線マークをタッチします。するとこのように範囲選択モードになるので、追加、フリーハンド、塗りつぶしを選んだ状態で、ベースにしたい部分を囲っていきます。一周して開始点をタッチして閉じると、中が塗りつぶされてベタ塗りになります。この要領でイラストのベースを色分けしていきます。線画の後ろに新しくレイヤーを作って、それぞれベースカラーでベタ塗りしていきます。今回のレイヤー分けは、顔、髪、手、服、背景という感じにしてみました。レイヤー分けはパーツの数やオブジェクトの重なり具合で変わります。重なるものが多いときは、レイヤーも増やしておいた方が後々楽です。ベースで気をつけるべきポイントは、レイヤー同士の隙間です。この工程で隙間ができたまま進めてしまうと、塗り残しの原因になってしまうので注意が必要です。レイヤーが重なる部分は意識的にちょっと余裕を持って塗り足しを作っておきましょう。ここからが厚塗りの醍醐味、書き込みに入っていきます。先ほど作ったベースレイヤーの上に新規レイヤーを作成。マスクをクリップを選択して、新規レイヤーをベースレイヤーにクリッピングします。
通常大きな陰影から作っていくのが楽なので、レイヤーのブレンドモードを上座にしたら、ベースカラーと同じ色を選択して影になる部分を塗っていきます。だいたい影が塗れたら、レイヤーを下へ結合して、また新しくレイヤーを作り、ベースレイヤーにクリッピング。今度は光側を描きたいので、追加モードを選択します。ベースカラーをスポイトしたら、そのまま光を描いていきます。ある程度描けたら、また下に結合。また新規レイヤーを作って、ベースにクリッピング。基本的にこの繰り返しで描写を重ねて厚塗りしていきます。書き込みのポイントはまさに、書き足したいときは必ず新規レイヤーを作りクリッピングすることです。ベースレイヤーに直接書き足しすぎると、色が濁ったりイラストがぼやけたりする原因になります。このやり方なら、色が複雑に入り組んだイラストで、水彩系のような色が混ざるブラシを使ったとしても濁りにくいですし、そもそもパキッとした輪郭のベースレイヤーにクリッピングしているので、輪郭がぬるぬるとぼやけてしまうのも防ぐことができます。どんなに塗り重ねてもパキッとしたシルエットは変わらず、中の解像度を心置きなく上げられるので、この繰り返しのルールだけ守って描いていけば、厚塗りがとってもやりやすくなると思います。この紙の描き方は、先ほど例でお見せしたのと同じやり方で塗っています。難しそうに思われがちですが、こうやって見ると意外と簡単そうじゃないですか？ここで少し反射光を入れています。反射光というのは、周りのものから反射して生まれる光のことです。影側が黒っぽく終わるのではなく、反射光を意識して少し周りの色を足し、物体の一番出っ張ったところに暗い色が溜まるようにすると、一気に立体感が出て厚塗り映えするのでおすすめです。特に髪の毛や小物に活かしやすいかなと思います。ここでベースレイヤーのパキッとしすぎているところを緩和させるために、境界や隙間に毛束を描き足したり、毛束っぽいブラシを消しゴムに割り当てて、毛先のベタ塗りを削っていくことで、髪の柔らかさと軽さを出す作業をしていきます。私のイラストで使用しているブラシは自作のもので、だいたいこの6種類を使って描いているのですが、特にこのまつげペンが優秀で、まつげを描くのはもちろん、今みたいな髪の毛の作業に大活躍するんですよね。厚塗り初心者の方にも使いやすいと思いますので、気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。服も陰影のベースの作り方は一緒ですね。例に出したやり方でほとんど何でも塗っていけると思います。続いて、なじませる作業です。これは描写といえば描写なのですが、私の中で意識が変わる大事な部分なので、工程を分けて解説します。なじませる作業の内容は大きく分けると2つあります。1つは色トレスで線をなじませる作業。もう1つは面を増やす意識でなじませながら書き込む作業です。まずは色トレスから。
今だと線が黒くて浮いてしまっているので、線画の上に新規レイヤーを作り、線画にクリッピング。ベースの青よりちょっと暗い色を選んで、線画を着色していきます。この時ベースと同じもしくは明るい色にしてしまうと、絵がぼやけてしまう可能性があるので要注意です。色トレスした線画はベースと結合してしまって大丈夫。ここから書き込みと同じ手順でなじませる作業を進めていくのですが、なじませ方がとっても重要です。これで厚塗りのクオリティが全然変わります。まずなじませるという名目だからといって、このぼかしツールを使いすぎないようにしてください。ぼかしツールでなじませすぎると今までの作業が台無しになりかねません。なじませるときは鉛筆のような線的に描けるブラシを活用して、周りの色をスポイトしながらどんどん形を描いていきます。表面を削りながらポリゴン数を増やしていくイメージで描くと、馴染むし情報量も増えるしで一石二鳥。仕上がりの印象も変わります。なんとなく面を増やす意識で描いてるのが伝わるでしょうか。前段階の書き込みで置いたざっくりとした色を利用しながら、色をなじませるというより形をつなげてなじませる感じが強いかもしれません。髪の毛も色って感じで分かれていたところを、毛束系のブラシを使って境目に毛流れを足していくことで、なじませながら情報量を増やしていきます。ここからいよいよ仕上げに入っていきます。仕上げで気をつけるべきポイントは、見せ場を絞ることです。全部を同じ熱量で仕上げず、見せたい部分だけしっかり書き込みます。やっぱりこういうバストアップのイラストだと、見せ場は顔になってくると思いますが、それ以外は少し情報を減らすことで自然と顔に視線が集まりやすくなります。私が今回仕上げまで服の書き込みを避けていたのもそのためです。顔周りにある手や髪は書き込みの多い顔に接している部分なので、それなりに解像度を上げないと不自然になりますが、特に服は今回注目してほしいポイントではないので、手書きっぽさを残して抜け感を出すことを意識してみました。書き始めるとついつい書き込みすぎてしまうので、こういう控えめにしたい部分はあえて仕上げまで取っておいて、ほぼ完成している他の部分と見比べながら、程よく書き込んでいくのが個人的にはバランスが取りやすくて好きです。最初になんとなく完成イメージを持っておくと見せ場を決めやすいと思います。とは言っても一般的な人物イラストの場合、大抵見せ場は顔になるので、顔に目が行くようにするにはどこを押さえればいいかを考えるようにすれば調整しやすいんじゃないかと思います。あとはライティングや色味を調整したら完成です。
かがでしたか？最後にポイントをまとめてみたのでおさらいしましょう。まずは線画のポイント。線を描きすぎない、線で決めすぎない。次にベースのポイント。レイヤー同士の隙間、塗り残しに注意。書き込みのポイント。書き足すときは新規レイヤーを作り、クリッピング。なじませのポイント。ぼかしツールを使いすぎない、面を増やす意識で書く。仕上げのポイント。見せ場を絞る、全部は書かない。以上の5つのポイントがありました。何か少しでもお役に立てる部分があったら嬉しいです。そしてまた厚塗りの描き方に迷った時はいつでもこの動画を見返してくださいね。コメントで質問やご感想、リクエストなどもお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。